回は夏のメイクということで、いろんな角度からキラキラ光るっていうのをポイントとして入れてみました。皆さんこんにちは、紅林遥です。普段はキラの読者モデルとして活動しています。今日は2018年版夏かわいいキラキラカラーメイクを紹介したいと思います。それではレッツスタート。まずはカラコンから入れていきます。使ったのはフェアリーキレイというレンズの、カラーはピンクです。大きさは 15.0mm です。色は縁はそんなにくっきりしてないんですけど一応あって、で内側がピンクで結構発色の良いカラーになってます。バッチリメイクしたい時には 15mm とか 16mm とかおすすめです。そしてベースはいつものマイ肌の CC クリームです。これは、夏にもおすすめな日焼け止め、ファンデーション、それからコンシーラー全部一つになった CC クリームで、もうこれ1本でほぼほぼ全部隠れてしまいます。次は、コンシーラー資生堂のスポッツカバーファウンデーションを使って気になるところを叩いていきます。私が使ったのは目の下、それから眉毛の際は毛穴を隠すために使ってるのと、あとついでになんか眉間とかもちょっと明るさ出したりとか、あとなんかこう色のムラを補正するためにトントン叩いています。鼻の際も影になるので、埋めていて、あと唇のこの下の際のところを塗ると口角もちょっと上がって見えるっていうのがあるのと、あとはここですね、鼻と唇の間のところ、それから唇の真下なんかを塗っておくと唇がぷっくり見えるので、後からオーバーリップをした時にとても綺麗に仕上がります。はい、ベースの仕上げはノボのパウダーを使っていきます。これ中身が4色入ってて、ピンク、白、オフ白、薄いピンクかな、なんかそんな感じの色が最終的に混ぜて使えるような感じになってます。これを塗ることによってちょっとだけ立体感が出るっていうのと、肌が明るく見えるので全体的にまぶしています。はい、そして目のベースでニックスのジャンボアイペンシルの白を使ってアイホール全体と、あと目の下ですね、涙袋のところがっつり引いて、で上と下の間中間を埋めるようにポンポンポンと叩いて塗っていきます。で適当に最初は塗っちゃって大丈夫で、大まかにガッガッって塗ったらそこから伸ばしていくとうっすら白くなって、後から上にのせるカラーが映えるので、これをまず最初に使っております。はい、次にアイシャドウを塗っていきます。使うのはいつものアイシャドウパレット120です。まずは発色の良い黄色をたくさん手に取って、アイホール目の半分ぐらいまで目頭から伸ばすように塗っていきました。次にオレンジを使っていきます。オップスすごいことになったオレンジを使っていきます。オレンジはさっき自分が黄色を塗ったところの下半分までを塗っていきます。二重がある人は二重幅ギリギリぐらいまで塗っていって、一重の人はもう黄色の半分って思えば大丈夫です。次に緑を塗っていきます。緑を塗る場所はさっき黄色とオレンジを塗ったところからの続きですね。そこから塗って自分の目はみ出して外側1センチぐらいまでをこう、なんていうんですか、弧を描くような感じで塗っていきました。今度はピンクで下まぶたを塗っていきます。細めのブラシに取って自分の目頭から際を塗るように、まずはちょっと細めに縁を縁取っていって、そこから下に伸ばしていくような感じで、だんだん少なめで塗っていくと、後から塗りすぎたってこともないし修正も楽なので、ちょっとずつ塗っていくのがポイントです。で最後に赤みたいなオレンジを筆に取って、ピンクを塗ったのがだいたい目の3分の2内側ぐらいだったので、そこから外側を塗っていきます。まずは緑とピンクをつなげるように際を縁取っていって、そこからだんだん目の形をちょっと猫目っぽくするような感じで塗っていきます。この時に最後筆でちょっと色を多めに取って、この、一番外側の際をちょって少しずつ塗っていくと、とても終わりが綺麗に仕上がります。はい、次にアイライナーを引いていきます。使うのはニックスのビビットブライトアイライナーブルーのカラーです。これ筆になってて
結構たっぷりついてるんですよ、筆に。でしかもこのブラシも柔らかめなので最初ちょっと怖いと思うんですけど、際からゆっくり、あんまり寝かせすぎないような形でちょっとずつ塗っていくといっぱいたっぷりつくので、結構スルッと弾けると思います。練習が必要かもしれないんですけど、めちゃめちゃ発色が良くて持ちもいいので、これはかなりおすすめです。アイライン引く時のポイントは、若干今回目頭を残していて、目頭から5ミリか8ミリぐらい外側を初めの地点として、かなりね太めに引いてます。まぶた二重の人は自分の二重の幅の半分ぐらいまでを最終地点としてがっつり上に上げて引いて、で山が来たところから今度は目尻はみ出して1センチぐらいのところまで下げて引いていくのがポイントです。一重の人はそうだな、幅で言うと3ミリぐらいまでを山としてだんだん上げてから下げていくと、とても綺麗なキャットラインが引けると思います。ちなみに奥二重の人は今回すごく太めにラインを引いてるので、同じような感じで結構がっつり目開いた時にこのアイラインの幅が見えるか見えないかぐらいのところまで結構がっつり広げて引いちゃって、あとは、目尻このちょろんっていうところが見えるのがポイントなので、すごくいい具合に自分で綺麗に引いていただければ大丈夫だと思います。はい、次にキコメイクアップミラノのグリッターアイライナーを使って、さっき引いた太めの青のアイライナーの上のところにかぶせるようにキラキラのグリッターをのせていきます。でこのアイライナー超優秀で、筆の柔らかさも本当にちょうどいいし、つきすぎず乾きやすいっていう素晴らしいアイライナーです。でこれを筆先にたっぷり取って、アイライン引いた上の層ですね、アイライン引いてるじゃないですか。アイライン引いた幅の上半分ぐらいのところをなぞるようにシューッと最後まで引いていきました。はい、次に三吉の白のステージライナーを使って塗っていきます。このステージライナーもすっごい発色いいんですけど、筆がちょっと柔らかすぎるのとたっぷりつくので、やっぱ引き方が結構大変だと思うんですが、うまいこと筆先の方だけにたっぷり液をつけていただいて、青いラインを引いているちょうど目尻の下側のところを若干かぶらせるような感じで、目尻5分の1ぐらいからアイライナー引いたちょっと手前のところまでをシュッと下のラインに沿うように引いていきました。でそこが引けたら今度は下まつげを描いていくんですが、このまつげはいつものように影を足していくとかっていう意味ではなくて、今回下にラインを引いていないので目をよりパッチリさせるような感じで印象付けるためにハイライトとして使っています。だいたい3本ぐらいを私は目安にしてるんですけど、3本か4本か自分の目の幅に合わせてちょっとずつ引いていってください。はい、次にハイライトローライトを入れていきます。使うのは NYX のコントゥアーズオールパレットです。でローライトから入れていくんですが、ローライトはまずこの右下の大きいローライトを筆に取って、若干手の甲とかではたいてなじませてから、自分の目の内側の鼻の際からポンポンと色を置いていって、縦に1本鼻先まで引いていきます。で反対側も同じようにしたら、それをファンデーションとなじませるような感じで内側から外側に、で真ん中から、下上っていう風にぼかしていきました。でここが馴染んだら今度はこの目の上の方ですね、眉間の近くを塗っていきました。ここのアイホールのなんていうんですか、際ですかね、鼻とアイホールの際のところをまず筆でこすって、下上下上でちょっとだけこの眉毛の真ん中ぐらいまでうっすら影をつけていってあげると、とても綺麗に鼻が高く見えます。次にハイライトを塗っていきます。ハイライトも同じパレットのこちらのカラーです。でこのカラーを平筆に取ってまたちょっとなじませてから、鼻の真ん中のライン、鼻筋にピッと1本引いていって、手とかでちょっとなじませながら、あとは筆で上下に伸ばしていきました。
でそのついでに眉間のところも T 字にちょっと明るさを入れていってあげると、より鼻が立体的に見えるかと思います。でそこまで来たらアイホールの上のところとか、あとは鼻の際、それからリップの下のところ、さっきコンシーラーを塗ったようなところの上からかぶせるように塗っていくと、より立体的にで目がパッチリして見えます。次にもう1個ハイライトを使っていきます。今回使うのは NYX のストロボオブジーニアスホロースティックという、フェイスカラーのスティックです。なんか中を見るとすごいパールというかオーロラっぽいようなカラーです。で、完全に白ってわけじゃなくて、塗るとそこだけこうテカテカと光るようなニュアンスが出るので、これを鼻先、それから眉間、あと眉毛の山の近くとか、あと顎とかこの辺に塗ってます。それからほっぺの高いところとかも同じように塗っています。はい、次はマスカラを塗っていきます。オシモンのカールアップウォッシャブルマスカラブラックというカラーです。これを上下に塗っていきました。でこれは結構伸びるとかなんか束感が出るとかってわけではなくて、普通に使えてナチュラルに絡まずに伸びるっていうのが一番私が好きだなと思うポイントで、しかも落ちにくくて汗にも強いので、夏はベースで使っていこうかなと思っております。はい、オシモンのマスカラで塗った上から上のまつげだけキャンメイクの極太マスカラブラックを重ねて塗っていきます。このブラックのマスカラめちゃめちゃ盛れる上に伸びるし、太さも出るし、あとお湯で落ちるタイプなので、もうこれはとにかく盛りたい時に使っています。ヘビロテで2本目です。はい、これを全体的に上だけ重ねていきました。はい、眉毛を描いていきます。使うのは NYX ラブコントゥアーズオールです。このパレットの中の真ん中9色あるうちの、上の2つとその1個下の赤っぽい茶色を使っていきます。眉毛のカラーは、3色ぐらい混ぜることによってより立体的にあたかも眉毛が生えているかのように描くことができるので、まずはこの色3色を使って目頭側半分を描いていきました。で描くときに特に私は眉毛がもう本当に元からっていうかこの生えてない状態からスタートするので、自分が生やしたいであろうところにまず下から当たり線をつけていって斜めに上げて、そこから描いたお尻に合わせるように上を平行に描いていっています。で真ん中を埋めていって、なるべく目頭を埋めすぎないように外側から埋めていくのが私のポイントです。次に使うのは一番下の茶色のカラーです。これをブラシに取って目尻を描いていきます。真ん中の方の面積が広いところは3色で描いたんですが、後の濃い1色で周りを引き締めていくように、縁を縁取っていきます。まずはこの最後の方からちょっとずつ伸ばしていって、で目尻側に山を描いてシュッとちょっとだけ下げているんですけれども、この時自分の描いたアイライナーよりちょっと手前ぐらいで終われるととても目が大きく見えて可愛いかなと思っています。はい、この段階で髪の毛をセットしていきます。使ったのはこれヘアゴムじゃなくて実はレインボールームなんですけどおもちゃのレインボールームうちにすごくいっぱいあって、なんか他のことに使えないかなと思ってヘアゴムで使ったら結構調子が良かったので、このちっちゃいサイズのヘアゴムというか、レインボールームを使っていきます。まず自分の頭のてっぺんの方をちょっとだけ束で取って、横3センチ縦10センチぐらいブロッキングして、中心からねじりながら外側に向かって毛を巻き込んでいきました。で、最後巻き込んだところからちょんまげみたいな感じでこのゴムでちょっと結んで、で同じ幅だけまた隣を結んでっていうのを繰り返していくとこうなります。はい、
全体的にブロッキングできたら、あとは上から好きなピンをつけていきます。前髪残したい人はもうこの辺サイドとかも全部残してもらって、ただ夏なんで多分がっつり上げちゃってもすごく可愛いかなと思って、私は今回上げてみました。上げたところから大きいピン先につけて、だんだん小さいピンをつけていくとバランスも取れてとっても可愛いと思います。はい、次にメイクに戻ってチークを塗っていきます。使ったのはキャンディードールのアプリコットコーラルというカラーのチークです。これ結構お気に入りで、ピンクとオレンジってこのコーラルと2色持ってるんですけど、個人的に夏のメイクは元気のいい感じなので、オレンジ目のチークがおすすめです。ない人は色作ったりとか、あとなんか適当にオレンジっぽいの使ったらすごく可愛く仕上がるので、これを、自分の目の真下からなるべくちょっと平行気味に塗っていくのがポイントです。外側に向かってぼかしていくとつきすぎず綺麗に仕上がると思います。はい、次にリップを塗っていきます。使ったのはニックスのソフトマットリップクリームです。これはこんな風にチップに取ってレベって塗るタイプのグロスみたいなテクスチャーなんですけど、でも実際これ塗るととってもなんかマットに仕上がるんですね。なのでまずは自分のリップ内側から外側に向かって塗っていき、で一番外側は縁取るように塗りたいので、なるべくこのチップを立ててちょっとずつ塗っていくのがポイントです。下はかなりオーバー気味にはみ出して、上はサイドはそんなにはみ出さないんですけど、真ん中はとてもオーバーにはみ出して、サイドは自分の唇に沿ってくっつけていくっていうイメージです。はい、最後にリップの仕上げでマジョリカマジョルカのハニーポンプリップエッセンスというグロスを使っていきます。こちらのグロスは無色透明みたいな感じなので、これを多めに手の甲に取ってたっぷり指先につけて上から押さえるように塗っていきました。そうすると元で塗ったリップ自体はマットなんですけれども、その上からグロスでかなりツヤうるみたいなのを出すことができて、長持ちするカラーだし、とってもこれはおすすめな組み合わせです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は夏のメイクということで、いろんな角度からキラキラ光るっていうのをポイントとして入れてみました。それからこの配色が最近私が何度も同じようなメイクをして独自に編み出したかなり神的配色のバランスなので、これはぜひ皆さんにまるっと一回真似していただきたいなと思っております。はい、このレインボーメイクに合わせて T シャツも可愛らしい夏っぽい黄色を取り入れてみたりとか、あとはビーズですね。こういう風にポイントでビーズをたくさん使っております。蝶々もつけてみたりなんかして、ちょっと浮かれた人をイメージしてみました。さて、他にもたくさんいろんな動画が上がっておりますので、ぜひチャンネル登録してそちらもチェックしてみてください。それではバイバーイ。